はい、こんにちは、てんぱぱです。今日はですね、こんな感じで、はい、コトコトーンのキースイッチであるスワグキーのポップコーンスイッチをご紹介していきたいと思います。はい、今日はですね、冒頭にお伝えした通り、スワグキーのポップコーンスイッチーズをご紹介していきたいと思います。このキースイッチでですね、私が一番気になっているところというところは、はい、こんな感じで、すべてが LY という素材でできているところが非常に気になっているポイントという感じです。で LY というのはですね、JWK という会社が作っている、UPE のブレンド素材という風なところになってまして、今回のキースイッチがですね、すべてが LY というキースイッチの素材になってますから、これがどういう打鍵音、打鍵感になるのかというところが非常にですね、気になっているところという感じです。で、最近ですね、私がアップロードした動画、キースイッチの動画でですね、コトコト音が出るキースイッチであるこちらの、はい、マエストロスイッチと、あとこちらのですね、ネオンホワイトスイッチがあるわけですけれども、これらのキースイッチとこのですねポップコーンスイッチがどう違うのかという点もせっかくなので比較しながら今日は見ていきたいと思います。で、今日の動画ではこのキースイッチのですねスペックを確認しつつ、スイッチ単体の音、キーボードに取り付けた時の音、そして良い点悪い点総合評価という流れで進めていければと思いますので、今日の動画最後までご覧になっていただければこのポップコーンスイッチの全貌が明らかになりますから、ぜひ最後まで堪能していっていただければと思います。ちなみに、てっぱぱ TV ではこんな形で新しいキースイッチの紹介というのを定期的に行っていますので、見逃したぜってならないように、ぜひチャンネル登録していただいて、最新動画チェックいただければと思います。それでは本編スタートです。はい、それでは早速外観から見ていければと思います。はい、見ていただいて分かるように全部が真っ白というようなキースイッチになってまして、本当にですね、ポップコーンって名前ついてますけど、ポップコーンのような色合いをしてます。よくここまで真似たなというぐらいポップコーンです。はい。で、裏側は5ピンとなっておりますので、安定感があるキースイッチなんじゃないかなと思います。それではスペックご覧になってみてください。それではスペックなんですけれども、まず1個あたりが 0.45 ドルという価格帯になっておりまして、タイプはリニアとなってます。で、トップハウジング、ボトムハウジング、ステム、これが先ほども申し上げましたけど、すべて LY という素材になっているという形です。で、スプリングは 19mm のダブルステージという形になっていますので、はい、こんな感じで見ていただくと分かるんですけれども、分解したところですね、見ていただくとダブルステージになっているのが分かるかなと思います。で、ダブルステージだと一般的に言われているのは、徐々にですね、重くなっていくというような、打鍵感になるという感じですので、そこの部分も、今日お伝えできればと思います。トータルトラベルは 3.6mm、ボトムアウトフォースは 58g、ファクトリールブは Yes という感じになっています。で、こちらのですね、ポップコーンスイッチなんですけども、分解した写真が、はい、こちら、先ほどちょっと見ていただきましたけれども、ございまして、ダブルステージというところは感じ取れるんじゃないかなと思います。で、ルブに関してなんですけれども、ちょっとこれですね、白のキースイッチなので、見えにくいのでちょっと写真撮ってないんですけれども、自分で目視したところによると、スライトリーかな、かなりがっつりというよりは、少し、軽めにですね、ルブがされているという形で、特にサイドレールのところにルブがされていたというところと、あとステムのポールのところにされてましたので、ある程度の、ルブはされているという感じですから、この後、キースイッチ単体およびキーボードに乗せてですね、追加でルブするべきかという点も一緒にお伝えできればと思っております。はい、またですね、この LY でできているというところで、全てが同じ素材だった場合だと、基本的にあんまりいい音にならない、結構かすれ音とかが残ってしまうというようなことが言われる部分が多いんですけれども、このですね、ポップコーンスイッチがどうなのかという点はこの後見ていければと思います。それでは次のチャプターでは、このスイッチ単体の音を聞いていければと思います。はい、それではですね、ここからはキースイッチ単体の音、ここから聞いていければと思っています。で、今回はキースイッチ単体の音だけじゃなくて、プラスアルファでキーキャップを載せた音も聞いてもらえればと思いますので、チェリープロファイルと SA プロファイルを載せた時の音も一緒に聞いてもらえればと思いますし、さらに冒頭お伝えした通り、マエストロスイッチ、こちらのものと、あとネオホワイトスイッチ、はい、こちらのものを一緒にですね、聞いてもらえればと思いますので、まずはポップコーン聞いていただいて、その後ポップコーン、マエストロ、そしてネオという形の流れでですね、それぞれ聞いていただければと思います。それではどうぞ。
はい、いかがだったでしょうか。かなりスムーズに入っていくキースイッチでしたし、コトコト音が感じられるキースイッチだったなという感じです。すべて LY という素材だったので、少しそのかすれ音とかも気になったんですけども、全くそんなことなくて非常にスムーズでコトコト音が感じられるキースイッチだったなというところになってます。で、キースイッチ単体だけだとこのダブルステージというところはあまり感じられませんでしたので、その辺はちょっとキャップをですね取り付けたりして、キーボードに取り付けてですね、音のところ、そして感触のところ見ていければと思いますというところになります。追加のルーブに関しては先ほどもちょっとスムーズだというふうにお伝えしましたけれども、キースイッチ単体であれば特にそこは感じられなかったので、ちょっとキーボードに取り付けてみてですね、もっとやるべきかどうかというところは判断できればなと思ってます。で、3つの比較に関して言うと、私の中でこうキースイッチ単体で大小をつけるとするならば、コトコト順や静か順で言うとマエストロ、ポップコーン、そしてネオホワイトという流れの、順番かなと思いますので、この辺キーボードに乗せてですね、どんな音になるのかというところは楽しんでいければと思います。それでは次のチャプターどうぞ。はい、それではですね、ここからはキーボードに乗せた時の音見ていければと思います。で、今回キーボード2つご用意しておりまして、こちらの QK65 というものと、こちらのプランクの V7 がご用意してますので、この2つを試していければと思ってます。はい、で QK65 に関してはアルミのケースにポムのスイッチプレートが載ってますと。で、キーキャップに関しましてはシグニチャープラスティックス、はい、こちらになりますけれども、この SA プロファイルの PBT 製のものが載っているという形になってます。で、一方でこっちの、はい、プランク V7 の方に関しましてはアルミのケースにスチールのスイッチプレート、そしてチェリープロファイルのPBT 製のもの、これ KP リパブリックさんの、はい、こちらのキーキャップになりますけども、こちらが載ってるという形なので、この2つをですね、聞いていければと思っております。で、せっかくなのでということで、もちろん今回、ポップコーンスイッチ載っているものを聞いていただくんですけども、その後に先ほどキースイッチ単体でも聞いていただいたように、マーシュロスイッチ、そしてネオホワイトスイッチ、こちらも比較対象として聞いてもらえるといいのかなと思いますので、まずはポップコーンを聞いていただいた後に、その後ですね、10秒ごとで切り替えて聞いてもらえればなと思いますので、ぜひそっちもお楽しみいただければと思います。それではどうぞ。はい、いかがだったでしょうか。ここからですね、プロ&コンズという形で私の感想を踏まえて良い点悪い点、このキースイッチの特徴をですね、伝えていければと思います。まずはいい点というところで2点あるかなと思ってます。まず1点目なんですけども、確実にコトコト音が聞こえるようなキースイッチだなというところが特徴的なポイントかなと思ってますので、コトコト音のキースイッチを欲しい方というのは非常におすすめだなというのがこのポップコーンスイッチという形になってます。
して2点目なんですけども、19mm そしてダブルステージというこのポイントがですね結構程よいなという感じでして、20mm 超えてくると、これ私の感覚なのでちょっと主観的なところ入ってきますけども、ロングなスプリング、19でもそこそこ長いと思うんですけども、長いなというところになります。ただ19というのは程よい長さになりますので、結構バランスの取れた長さだなという感じです。で、このダブルステージに関してなんですけれども、ネオホワイトスイッチの時はですね 21mm というロングな長さでダブルステージだったので、この SA プロファイルを取り付けた時に結構そのダブルステージの徐々に重くなっていく感じっていうのを結構感じられたんですけども、こっちのポップコーンスイッチの方に関しては、19mm だからなのかわからないんですけれども、あんまりですねそこの長さがない分、クッション性がそこまでないので、そのダブルステージをですね SA プロファイルだったとしてもそんなに感じなかったというところはございますので、ダブルステージめちゃめちゃ感じたいという方にはちょっと残念なポイントかもしれないですけれども、とはいえ 19mm という形で程よい、打鍵ができるというところは良かったんじゃないかなと思っておりますという感じです。続いてダメな点というところなんですけれども、強いて言えばというところになりますが、やっぱルブの量が少し少なめではありましたので、マイストロースイッチと比べるとですね、ちょっと音はですね、大きめかなという感じではあります。ただ、ネオホワイトよりは結構落ち着いた音にはなってますので、その点に関してはご安心いただければと思いますが、気になる方はですね、追加でルブご自身でしていただく方が、お好みの打鍵感になるんじゃないかなと思いましたという感じです。それでは総合評価という形でお伝えできればと思うんですけども、5点満点中、そうですね、4.5 から5はいくんじゃないかなというキースイッチかなと思ってます。このキースイッチ 0.5 引くポイントとしては、2つあるかなと思ってまして、1つはこのダブルステージがどうかというところが1点目と、あともう1つ目は、このルブの量のところで好みが出るかなという感じではありました。ただですね、先ほど申し上げたんですけど、気にならない人、私もそんなに気にならなかったですけども、ルブに関してはこのままいってもいいんじゃないかなというところはありましたし、19mm のダブルステージということで、ここの組み合わせの結果、先ほどもプロ&コンズのところでもお伝えしましたけれども、そこまでダブルステージ感じませんので、ダブルステージが嫌だっていう方は避けた方がいいかもしれないですけれども、そこまで気にならない方というのは全然これありなんじゃないかなと思ってますので、そういう点に関しても5点満点上げてもいいかなという部分ではあります。あとは LY という素材で組み合わさっている部分もですね、結構面白いので、その点においてもですね、こういう全てが同じ素材で組み合わさったキースイッチ試したいぜという方もですね、おすすめかなと思いますので、ぜひ、これ、スワッグキーで購入できますので、マエストロ、ポップコーン、ネオホワイト、全部ちょっと3つずつですね、1つずつ買っていただいて、見比べていただく、私みたいにしていただくと結構面白いかなと思ったという感じです。それでは最後にということで、今回の動画面白かった、役に立ったという場合にはぜひいいねボタンよろしくお願いします。あとはチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。今後も電波部 TV ではこんな形でキースイッチの紹介定期的に行っていきますので、見逃したぜってならないようにぜひチャンネル登録よろしくお願いしますという感じです。あとは何かこういうキースイッチも試してほしいということあればコメント欄からお寄せいただければと思いますし、過去にレビューしたキースイッチの再生リストは上のところに貼り付けておきますので、ぜひチェックいただけると幸いです。それではですね、最後まで今日はご覧になっていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。さようなら。